楽しいっていうのをまず感じてもらう。実際自分で作って公開することもできるんですよね。無料で高校生にプログラミングを教える NPO 法人クラック、その代表を務めるのが平井大輝。まさか自分が NPO 法人の代表になるなんて想像もしていなかった平井さん。両親の離婚と貧しい学生時代から誰と出会い、何を感じ、どう行動してきたのか、そんな彼の大人の楽しみ方に迫ります。この世界には無限の生き方がある。人生をめちゃくちゃ楽しんでる人がいる。そんな選択肢にあなたは出会えていますか？君が知らない人生の楽しみ方を、人生を最高に楽しむ人々から届けます。今やっていることが経済的に困難を抱える高校生に対して半年間無料で通えるプログラミング教室をやっています。それによって IT のスキルとか身につけてもらって自分の人生を自分で切り開いていける力っていうのをつけてもらうためのサポートを社会人とか大学生の方と一緒にやっています。それでいうとやっぱり一番は本当は最初からコミュニケーションがすごい苦手な子とかもいて、そういった子たちが半年間の中で徐々に変わっていく、ものすごく中には変わっていく子もいて、その姿に立ち会えるっていうのは僕らの楽しいところ、面白いところかなと思います。高校まで先輩行けてなかったけど、クラックっていうところに行ってからものすごく変わって、IT 企業でインターンしてるらしいでとか、新しいアプリ作ってるらしいよとか、そういう感じで活躍しだす高校生が出てくることによって、今小中学生で家にお金がなかったりとかして将来に希望が持てない子があの人で変われたなら自分でも変われるんじゃないかっていうようなロールモデルを増やしていけたらなというふうに思っています。僕がそもそも中学の時に大阪で生まれ育ったんですけど、両親がやってた自営業が潰れてしまって、でそのタイミングで両親も離婚して家族がバラバラになって、父親が借金を背負ってしまって、僕は父子家庭になったんですよね。で高校は結構進学校に進学できたものの、偏差値の高い高校だったので、裕福な家庭の子が多くて、自分はその中で馴染めなかったりとか、家庭科の授業とかですごい凝った料理というか美味しい料理を作ろうみたいなので、僕はその時母親いない中で父親と暮らしてて、自分で適当に炒めたりとかして食べたんですけど、次元が違うなと思って興味が持てなく話聞いてなかったんですよね。そしたら僕を名指して言ってきて、今はお母さんに作ってもらってるかもしれないけど、将来は自分で作らないとできないんだからちゃんと聞きたよみたいなこと言われて、そういうこと言われて、普通の向こうが当たり前と思っているものが理解できないというか、そこで置いてかれちゃったりとか、家計的に裕福な家庭が多いので、そこに合わせるのは当然ではあるかなと思ってたので、まあって分かるけどみたいな。でその中で本当に勉強していい大学に行っていい会社に行くしか自分の人生を何とかする方法はないと思ってたんですよね。結構自分で塾代とか貯めて、大学受験受けたりして、一応国公立の大学入れて、給付型の奨学金とか学費免除とか受けることができて、今までできなかったこと、いろんなことに挑戦しようっていう大学生活を送ってきました。でそれとは別に高校時代も大学に入るまでも結構いろんな方にお世話になってきたので、何か恩返しというかできることないかなと思って、自分と同じような境遇の子供に何かしたいなと思って、NPO で学習支援、そういう一人親家庭とかの子供の学習支援をするようなところで、3年ほど活動してきたんですよね。結局今って学習支援とか子ども食堂みたいな居場所支援は増えているけれど、自立につながるところにはなかなかないよねとか、勉強以外の選択肢をする機会がないよねっていうところで、じゃあ自分が立ち上げるかっていうところで大学を休学してクラックを立ち上げさせてもらって、3年ほど経って実際に仕事としてやっていけるようになったっていう感じです。学校の先生ももともとそういう子がいる、お金がない子がいるっていう想定がないので、理不尽な発言をしてきたりとかっていうこともあったりとか、文化の差というかはすごく感じて、自分が一人親であることであったりとか貧乏であることを周りに話せなかったっていうのは結構しんどかったですね。それはありますね。やっぱり来てる子でも話しづらいんだろうなとかあったりとか。僕も大学に入ってようやくNPO とかで話してもいいんだっていうことを知れてやっていけたんですけど、自分の境遇を共有していいんだっていうか、悪いことじゃないんだっていうふうに NPO が心理的安全を保った上で話してくれたりとか、一人親家庭だったりとか貧困っていうところの当事者であるっていうことがいいタイミングで話していけば、彼らにとっても共感を得てくれたりとか、自己開示してくれてるから、話しやすくなったりっていうのはあるのかなっていうふうに思います。結構一つ一つの出会いがなかったら本当に今ないなって思ってて、いろんな
プログラムであったりとか、企業の方とかにお世話になって起業家の方もそうですし来ていて、例えば立ち上げて、3ヶ月後ぐらいにシアトルでその研修プログラムに選んでいただいて研修に行かせてもらったんですけど、そこで出会ったアメリカで活躍されている方がものすごく自分に期待してくれてたりとか、それこそいろんな人をつないでくれて、まだ何もない自分に対していろんな方をつないでくださって、この人と会ったらいいよとかつないでくださってたりとかしたのも大きかったようなことが、いろんな出会いが本当にあって、それが一つでも多分なかったら今の自分はなかったかもなと思ってます。その大学3年生まででいろんな経験してきたんですよね。例えば体育会の部活をやってみたり、なんかサークル立ち上げたこともあったりとか、いろんな学生団体に所属したりとかしてきた中で、そういった経験の中でつながってきた縁があって、でその人たちの中からなんか紹介してもらう、こういうのあるよって教えてもらって、でじゃあやってみるかって感じですね。ある意味僕らのやってることってよくボランティアとかと勘違いされるんですけど、そうじゃないと思っていて、社会的な活動に対して本業としてやっていく、しかもなんかある程度その企業とかにも就職しようと思ったら選べるような人たちが行くっていうのはすごく大事だと思っていて、やっぱり今の日本ってそれこそコロナの影響もあっていろんなその課題とかが表面化してきていて、でもそれ解決するのって株式会社とかだとなかなか儲からないからやりづらい。でそこに対して取り組む若者が増えていくっていうのはすごい重要だと思っていて、その先駆け的なものになれればなっていうのは一つ思ってやっています。事務作業とか結構苦手だったりしますね。やっぱりでもどっちにしろ立ち上げたりとか代表をやっていると、僕も直接高校生に関わるよりは他のメンバーが高校生を関わってくれて、僕はその管理をするみたいなのが増えていくと、やっぱりそういう事務仕事であったりとか人間関係の調整とかがどんどん中心になっていって、そこは別に楽しくないことはないですけど、単純にしんどいなって思う時はありますね。で今大阪の1拠点でこの場所でちょうどやってるんですけれども、それをいろんな場所で広げられる形、しかも今って結構財団からの助成金かいろんな企業とか個人からの寄付っていう形で成り立っているんですけれども、それだけじゃなくて自分たちでもちゃんとその高校生からはお金は取らないけれど別のところから取ったりとか、そういう形はすごい大事だなと思って、そこをしっかり作っていくための新しい事業を開始したりとか、プラスそれをやってちゃんと継続的にやってることに見合った報酬というか渡しつつ、かつそれを広げられる形に持っていくので、その全国に今のクラックみたいなモデルを増やしていけたらなと思ってやっています。当時は勉強しか選択肢を本当に知らなかったので、勉強以外でも人生を何とかする方法っていくらでもあるんだよっていうのは教えてあげたいっていうのと、あとはちゃんに構えずになんか周りに相談したりとかもっとするようになったらいいかなと思ってます。あとはそのままでいいと思います。その理不尽だなとか信用できないとか、あと融通きかねえなっていう風に、あんまり学校っていうのが僕はあんま好きじゃなかったので、小学校で言うと割と勉強はできたので口が立つと思われたらしくて、ちゃんとした正当な理由があっても言い訳をするなってもう喋り出したら言われるみたいな、来られる時は何も言ってもダメなんだな。中学野球部でもうすぐビンタっていう感じのとこだったので体罰が当たり前で通算20回ぐらいはされてるかな。別に顧問自体好きだったんですけど、ミーティング中ににやけた顔してるじゃないですか。で前何笑ってんねんみたいな感じでいきなり蹴りからのビンタを食らうみたいなのが笑ってなかったのにあったりとか、将来的に起業とか科学者になってノーベル賞とか取るとか、そういう感じで大成功して財団とか作って、そういうお金がなくたちに財団とかでお金渡したりとかできたらなっていうふうに思ってました。作りたいって話をしたところ、そこで渡していっても結構何千万とか何億ってお金用意しても多くの子たちに届けれないし、結局なくなっちゃうわけです、お金は。例えばこの子たちが、お金を使って何かサポートをすることによって、例えばこの子たちが逆に教える側に回ったりとかことをしたら、それよりお金が効率的に使えるようにというか、いい使い方ができるよねっていうのを言われて、そういう考え方もあるんだと思っていろいろやっていく中で、僕自身が今子どもの貧困っていう領域で僕がやるべきだと思ったのが今やってることだったので、その現場でやる人がちょっとやっぱり足りてないなっていうか思ったので、とりあえず今はそこにやっています。僕自身もまだまだ途中ではあるんですけど、伝えたいこととしては3つあって、1つ目が本を読むこと。僕と同じような貧困とか児童養護施設とか虐待を受けてたとか、そういう方で今頑張っている方を見てると、本とか漫画とかでもいいんですけど、フィクションとかでちゃんと自分の拠り所を作っているところがあって、そこがあるからその状況でも頑張れるみたいなはまずあるかなっていうのが一つ目。中二病でいいと思うんですよ、僕は。自分が今の状況は正直世間から見たら
あまりパッとしないけど、でもいつかなんとかしてやるみたいな気持ちだけは絶やさない方がいいかなっていうふうに思ってて、で2つ目がその日常の小さなその気づきとか好奇心っていうのを大事にすること。これまで僕もそうだったり否定する大人とか周りの人って結構多いと思ってて、その中でもその好奇心とかちゃんと持っておくことは大事かなと思っています。で最後が、最近結構お金がなかったりとかでもチャンスはあるんですよね。無料で何かできますっていう、僕らのプログラミング教室もそうですし、無料で留学できる機会とかも例えばあったり増えてきたりしてるんですよね。でそういう時に何かあった時にそこに飛びつけるか。チャンス自体は昔よりは圧倒的に増えてるんですけど、でもやっぱりそこでなんか絶対逃がさないぞっていう気持ちが結構大事かなと思って、いつチャンスが来るかわからないから、そこに来た時にちゃんと掴むためのなんか準備をしておくっていうのはめちゃくちゃ大事だと思ってます。まずクラックに来るとそういうのをやる機会はあります。クラックでもどっちでもいいんですけど、全然いいですよ。なんか連絡してもらえれば。大阪以外の方とかもいると思うので、で言うと簡単なことで言うと、学校の中でも学校の掲示板とかでもいろんなそのチラシみたいなの貼ってると思うんですよね。それの中にたまに結構面白いのあったりするんですよ。 QR コードが貼ってあったらとりあえずなんか読み込んでみるとか、実際クラックのチラシとかも掲示板で貼ってもらったりとかしてること結構あるので、やるといいかなとは思ってます。あなたにとって大人の楽しみ方とは？道なき道を切り開く。